つまり水星星座は太陽星座と同じようにその人の本質に常に影響を与え続ける。こんにちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザガイアハウスオーストラリアの開運先生術師新海真希です。今日は水星のお話です。水星です。実は皆さんの水星は今まで過小評価をされてきたかもしれません。今日は西洋占星術の基本を大切にしながらも、現代の私たちが現実世界で本当に幸せになるための新時代占星術の視点から水星の本当の力をお話しします。この動画を最後まで見れば、水星をうまく使いこなすことがどれだけ大切か気づいていただきますし、なんと私の講座でお話しする水星星座、12星座別のそれぞれの水星の使い方についてもお話しします。それによって人生を再編成するアイデアが湧くかもしれませんので、絶対に最後までご覧ください。さあ、では早速いきますが、水星とは何ぞや知ってる方多いと思いますが、コミュニケーション、仕事、ビジネス、学び、知性、言語能力、発信力、情報処理能力、左脳、頭の良さ、知識、知恵、全部ですね、などに関係する本当に素晴らしい感受点です。そして伝統的な西洋占星術では、水星はナンバー3のハウスに対応している天体とされてきました。で、この3のハウス、ナンバー3のハウスっていうのは、学んだり考えたり、情報を仕入れたり、発信したり、言葉を使って人とコミュニケーションをする場所と言われてきたので、もちろんぴったりなわけです。でもですね、こうしたトラディショナルな星読みは、占星術が誕生したはるか昔には確かに機能したんですが、現代社会では少し無理があるんです。これをそのまま使い続けるというのは、占星術がだんだん今を読むのにずれてきてしまうという原因になりかねないので、やはり新時代占星術では今の時代に合った読み方を推奨しております。そうすると私たちの講座では、水星はもはやサンハウスだけが活動の場所ではないというふうに読み取っていくようにしております。で、ここでですね、改めてゾディアックの、こういうね、12級のホロスコープの円、これをちょっともう一度見ていただきたいんですけれども、占星術には12のハウスとこのように12のサインがあります。そしてこれは順番に必ず並んでるわけですね。もう皆さんご存知、お羊座の横はお牛座だというふうにもう決まってるわけです。で、これにも理由があります。で、一つ一つのこのハウスとかね、サインというのは一つ一つの個性を持っているわけですけれども、例えば天体はこの周りを移動していくときに、双子座からいきなり射手座に移動するっていうことはできないようになっています。これご存知の通りです。時に逆行して戻ることがあっても、必ずこの横並びの順番となっているんですね。これにはすごく深い意味があるんです。説明します。で、同じようにですね、誕生図の1ハウスからいきなり10ハウスに飛ぶってことはできないんです。1ハウスが誕生、10ハウスが社会的使命ですが、そこに行くためには必ず2から9ハウスを通らないと使命にはたどり着けないようになっているという、これがその深い意味なわけです。で、例えばですね、もうちょっと説明すると、人間の成長を見るためには、占星術ではプログレスの月というのを見ます。今あなたが人生のどこにいるのかっていうことを見るんです。別動画で有名人のホロスコープ読みっていうのを結構この YouTube の中で上げておりますが、そこでアイドルたちのね、ホロスコープなんかも上げてるんですけど、デビューのきっかけになった年とか、オーディションに通った時とか、全部プログレスの月の場所が、プログレスの月じゃなくてね、プログレスもう全部の天体の場所が結構作業してるんです。今目立つことをやった方がいい時にオーディションした子は通ってるし、そうじゃない時だとやっぱり通らないみたいに、結構すごく大事なんですけれども、これ28年をかけてだいたい1周するんですね、プログレスの月は。で、長生きすると何周もするということもあります。またリクエストがありましたら、プログレスについての動画も上げる予定なので、何かね、皆さんコメントしていただくとありがたいです。
で、ちょっとこれ簡単に説明しますと、1ハウスにいるときは自分自身の存在そのものを感じて確認して経験しなさいよっていう、大体これ2、3年あるんですけれども。をやらなければいけないときなんです。そのテーマなのに違うことをやってるとうまくいかない。全部そういう流れです。そのテーマに合ったことをやってると人生がうまくいくんです。で、そこからこう2ハウスに移っていくと、それは持って生まれた才能、それから日常っていうものを大切にする、日常を確認するという時期に入ってきます。そして3ハウスに入ると学び、外とのつながりを経験をします。自分の才能を2ハウスで確認してますが、その持って生まれているものには足りてないものを学んだり、学び、それを活かすために学んだりするということをやるわけです。で、そこではコミュニケーションもしますから、他の人と関わることで言葉の使い方とか関わり方を学ぶということをします。そして4ハウスっていうところに移ってくると、改めてもう一度自分の本来の本質、家族とか家庭とか一番身近な場所でありのままの自分はこういうことを考えるんだとか、自分の感情そのもの、情緒というのを育てていくということです。で、この流れがだから必要なので、1ハウスで自分を知って、2ハウスで自分の持ち物や才能を知って、3ハウスで学んでコミュニケーションしたからこそ、他者との違いに気づいたから、外にも触れたから、自分の本当の安心の場所はどこにあるのかっていうのが気づけるという、例えばこの流れになってるわけですね。で、これ人間の人生、一日で言うと、例えば朝起きます。そして日常を体験します。朝ごはん家で食べたりします。そして学びに行きます。小学校で学びます。そして家に帰ってきてホッとするっていう、こういう一日のサイクルにも当てはまります。ですからかつては水星が3ハウスの担当と、学んで人と関わる場所と言われていたんです。でもこの考えを現代社会に当てはめるには無理がある。もう皆さん気づいていると思いますが、この西洋占星術っていうのは人類が生んだ本当に宇宙と交信できる素晴らしい、もうこの世界で一番素晴らしいメソッドです。でも、だからこそ今は SNSっていうものがありますね。この西洋占星術が生まれたとは残念ながら SNS がない時代だし、寿命はもう50歳とか60歳とかもっと短い時代に誕生したものなんです。で、それをそのまま人の一生の人生を西洋占星術の決まり通りにホロスコープに当てはめていて、こう器を変えないまま使い続けているとやっぱりどうしても真実から遠く離れてしまうんですね。なので私はこう新時代占星術という今の時代に合った読み方っていうものを20年かけて開発しました。で、一回ちょっとここで話がそれますが大事なことなので聞いていただきたいんですが、ちなみに私が新時代占星術を編み出した理由はそこにあって、その西洋占星術の基本はもちろん大事です。だからこれがどっぷり入ってます。こうもう少しそこにプラスで必要な部分っていうのを足していったわけですけれども、まず私たちはこれからの時代は間違いなく人生のピークは60や60を超えてから、60を過ぎてからももっと豊かになれるし、もっと学べるし、もっと楽しい人生があるはずなんです。だとすると西洋占星術のこうピークとはずれてきますから、ちょっとここをね改良したいというものがあります。そうするとじゃあもっと外の惑星、つまり火星よりも外にある天体が大事になってくる。そこの位置にあるのが全部小惑星なんです。なので小惑星をひっくるめて読むことで、もっともっと人生上昇しすぎる60、70、80でももっと豊かになっていくよという読み方につながっていくわけです。で、小惑星の声というのはちっちゃいから、小惑星はすごく小さくて声は微細なんです。大きな天体みたいな分かりやすいエネルギーをぶつけてくるわけではありません。ただしこれは今現代科学で分かっていることですが、エネルギーの法則というのは微細なほど周波数が高くて、周波数が高いほど影響は強く人生に変容をもたらすということが分かっています。例えば昔はマッサージでも強く押すって言われてましたが、強く押すと結局その数日後元に戻ってしまいますが、優しい振動は根本的に内側を変えていくことができるということが体に関しても分かっています。
で、私はカラーセラピーも教えているんですけれども、赤などの大きな振動数のものよりも、紫のこういう小さい振動数の方が人を変容させる力があるっていうことも、カラーセラピーも科学から教えますので、分かっております。なので、ちょっと話を戻しますが、小惑星を読むということは、小惑星の声、ちっちゃいものを一生懸命聞こうとするでしょ、ちっちゃいから。大きいと適当に聞いちゃうけど、ちっちゃいとこうやって聞くから、なるほどっていうことを取り入れることができるので、本当に変わるということができるんです。なので、大事と思って小惑星を読む新時代占星術っていうのを開発しました。で、ちょっと話を元に戻します。今日のテーマは水星でした。で、その新時代占星術の特徴の一つに、水星をもっと過大評価しようよ。過大評価っていうの言葉が、もっと評価しようよ。サンハウスじゃない。水星はすべてのハウスに関係しています。なぜならば、朝起きて、朝ごはんを食べている日常もピコンピコンと SNS からメッセージが届きます。学校にいる間、友達と話します。もう、かつての時代はそこから家に帰ったら外と交流しなくてもよかったんです。でも、残念ながらっていうテーマもありますが、SNS などを通してせっかく家でゆっくりしたいのに外とつながっていて、例えば SNS で心ない言葉、外からの評価で心が折れたりとか、嫌なニュースが届いてしんどくなったり、4ハウスに至ってみんな外とつながっているっていうのが今の現状なわけです。ずっと水星は動いているわけです。ですから、新時代占星術では水星は全てのハウスに対応すると読みます。つまり、ここが大事です。つまり、水星星座は太陽星座と同じようにその人の本質に常に影響を与え続けると読むのがしっくりきますよねということです。ただしここで太陽星座と水星星座は同じサインの人は実は多いです。通常太陽と水星は内合の関係上28度以上離れることはありません。つまり太陽と同じ星座が一つ前か一つ後です。同様に、金星は太陽から48度以内に必ずいるんですけれどもね、知ってる方も多いと思いますが、ですから太陽という自我と思考やコミュニケーションの彗星は常に一緒に近くで動いているということです。私の新時代占星術の講座ではギリシャ神話から入るんですが、まずギリシャ神話を知らないと占星術読みにくいよというところから入るんですけれども、彗星はマーキュリー、ヘルメスという神様で、太陽はアポロ。これ兄弟なんですね。で、このマーキュリーがもうアポロ兄ちゃんが大好きで、いつもくっついてるんです。もうまるでだからこの水星と太陽が離れないっていうものもここにねシンクロして面白いな、こういう話がね占星術のクラスでもいっぱいあって面白いんですが、もう一度こう話を戻すと、そして水星で、なぜ水星と太陽が近いかっていうのはご存知の方いると思うんですが、改めて水星の大切さを今日は皆さんに新時代占星術で水星がいかに大切にされているかというお話をみんなに理解していただきたくてこの動画を撮っているので、ちょっと改めてお話をさせていただきますが、例えばこれ見えてるかしら。これがさっきも見せたゾディアックボードですね。これ真ん中が太陽ですね。だって太陽は回ってないから。太陽がくるくるホロスコープでは回りますけど、太陽で、これが地球ですね。地球が回っている。で、さっき内合のって言いましたが、地球よりも内側で回っているということが内合ということですから、水星はもうこの太陽のすごい近くをくるくる80何日で周期。つまり地球よりも4倍早く回ってる。地球が一周する間に4周してるんですよ、実は。だけど、水星星座って1年でそんなにコロコロ変わりませんよね。で、その意味をもう一度説明すると、すべては地球から見た、その延長線上にどのバックグラウンドの星座が見えるかということなので、実は、地球がいて座にいる時が双子座の季節なんですね。いて座から太陽をこう見ると、
こう、よ、で、これ、バックグラウンドに双子座が見えとりますよね。なんで、この双子座の季節ということになります。で、その時に、水星がここにいると、ここから見て、水星のバックグラウンドも双子座。だから、太陽が双子座で、水星も双子座だよっていう5月の後半とかね、こういう状態になってるわけです。で、太陽がじゃあ、一月経って30度進みますと。で、そしたら、伊手座から太陽じゃない、地球がね、太陽からヤギ座の方にこう動いていくわけですよね。で、この30度進むと、水星はさっき言ったように4倍速ですから、4つ移動するわけだから、1、2、3、4と、すごろくみたいに、ここまで移動するんですよ。じゃああれなんか、天秤座に行ったのじゃなくて、あくまでバックグラウンドから見るわけなので、こうなると、一月経って太陽、地球から太陽を見たときは、蟹座ですね。だから、蟹座の季節になりましたよとなるんですが、近く回ってるから、地球から水星を見てもそんなに変わらない。なので、よいしょ、こうすると、水星も結局バックグラウンドは蟹座。だから太陽にくっついて移動してる。実際はここからここまで移動してるんですが、地球から見た時の角度ですね。内号とはこういうことです。なので常に太陽の近くに、いるという、こういう感じになってます。これご存知の方もいると思うんですけど、改めてね、目で見る、こうビジュアライズすると分かりやすい人もいるので説明をしてみました。ですから同じサインの方は多いですが、ね、28度以上離れないので、ですが、隣っていうこともあるんです。で、水星っていうのはビジネスの神様なんですよ。だから水星をうまく使いこなすと仕事で成功するっていう、嬉しい恩恵がついてくるんですね。だいたい仕事で成功している人は水星を上手に使っています。2万件私もセッションしてますけど、漏れなくそうです。なので実は太陽星座も大事なんですが、仕事を成功していくためには水星星座を生かす必要があるというお話にたどり着くわけです。で、太陽星座と水星星座も同じ人もいますが、隣の星座にある場合もあります。ここがだから大事なんです。ここがキーポイントです。ここを意識しなきゃいけない。ここを間違ってるから、私、蟹座だわと思ってやってて、水星は双子なのに、蟹座的に生きてるから仕事がうまくいかないという人は非常に多いんですよ。これが本当に残念なんです。で、なぜかというと、隣り合う星座って真逆なんですよ。ほぼ。なので、水星が隣にある場合、水星の位置が大事だということを忘れないでほしいということになります。例えばですよ、蟹座が太陽星座の人ですね。7月生まれです、蟹座ですみたいな。でも実は水星は双子座だという人はいるわけです。蟹座は感受性がすごく強いサインです。自分の思いを大切にしたい、自分の感情を大切にしたい、それを押し通したい、守りたいというエネルギーが強いんですが、双子座の水星はんなことも全然気にしません。いいか、いいんじゃない？もう好きなようにあなたやれば、私の思いが、なんて言わないわけですね。だから真逆なの。なので、いいかが口癖の双子座水星で言った方が、その軽やかさがうまくいく。そういうあなたが好きって言って、うまくいくはずが、蟹座的に、私の思いはね、ってじめっとしてると、それが悪いわけじゃないんですよ。それも素敵な生き方ですけれども、本当は水星がそこにいないのに、そうだと思い込んでやってると、持ってもいないエネルギーを使おうとしているから、うまくいかないということです。なので、蟹座生まれでも水星が双子座にある人はこだわりをとにかく捨てて、感情的にならずに気持ちよく、とにかく軽やかに、私は別に自分の持ち物いらないの、それ便利そう使わせてね、人のものをせっせと借りる水星星座、双子座っていうね、っていう方がうまくいくよっていうふうになります。で、例えば蟹座は感覚的ですけれども、そうではなくて、理解できるまで学び続けるのが双子座の良さですから、これもまた全く違うエネルギーになりますね。
そして最初に言ったように自分の彗星をうまく使いこなすことができれば、つまり全てのハウスの場面で生きてくるということですね。仕事だけじゃなくて、学校のコミュニケーションだけでなくて、日常のストレスを解放したり、パートナーシップ、恋愛がうまくいったり、趣味の時間がうまくいったりするということなので、ご自身の彗星の波動をぜひ意識して周波数を上げていくことで、人生は必ず上昇するので、改めて水星星座を見直していただきたい。大丈夫です。今から水星星座の活かし方をお話しします。ちなみにこれ私は水星がだから大好きな、もう水星推しです。水星推し、私の推し。なのでこういう T シャツまで作って、マーキュリーの T シャツを着てるんですけど、ちなみに今この目の前にもお話しするときにこういう球体を置いてるんですけどね、これ水星にそっくり。これね、これだと見れないのね。あ、そうか、こっち側から。すごいこれ虹だらけなの見えないですよね、きっと。虹がいっぱい住んでる。私はいつも言うんですけど、クリスタルはね、虹が入ってるものしかうちは仕入れてこないんですよ。なのでうちのクリスタルは全部虹です。ちょっと話がそれましたが、さあ、じゃあ12星座別いってみましょう。お羊、ちなみにね、自分の水星星座も今時ね、無料でホロスコープ作れますから、ボンと出てくると思います。お羊座の彗星を持つ人は、まず直感に従って行動を起こして、もし失敗してもそこからデータを集めて、どんどん成功のパターンへと近づいていく生き方がぴったりです。持ち前の即断即決の知性と新しいアイデアを生み出す開拓力を信じて、恐れずに未知の世界へ飛び込んでいく。こういうふうにしてください。ひょっとしたら隣だからお牛座に太陽があるとすごい慎重になっているかもしれないわけです。でも水星がお羊にあったらこれは大事だよというふうに受け取っていただきたいと思います。じゃあ今度はお牛座の水星ね、たとえお羊座の太陽だとしてもですよ、お牛座の水星は自分自身の五感が心地よいと感じる選択や方向性、人間関係をじっくり選んでいくことが大事です。そこでコミュニケーションをする。そんな仕事の仕方をする。頭の回転が遅いように、お牛座の彗星はそうやって書いてある西洋先生術のテキストだと。例えば、西洋先生術というのはね、彗星は思考です、マインドです。お牛座はゆっくりです。つまりそこにあると、思考がちょっとゆっくりですっていう、こういう方程式で、これちょっとこれはもう本当に無理があるんですよ。そうじゃないんですよ。頭のいいお牛座いっぱい言いますので、ただそのように見られがちというのはあります。でも本当はですね、時間をかけて体感することを選んでるだけで、その時間をかけて体感したことって決して忘れないじゃない。パパッと学んだことって1年したら忘れる。お牛座の知性、水星っていうのは忘れないんです。これが大事です。その自分の力を信じてゆっくりでいいので進んでください。焦らずにいることが大事。自分の実感と美意識を信頼して進んでいけば間違いありません。双子座の彗星を持つ方は、とにかくオリジナリティにこだわらないこと、自分のもの、自分の持ち物にこだわらない、減らして軽やかにも軽いのが大好きなはずなんです。にすることが大事です。他者からの学びとか外からの情報を軽やかに伝達していく役割になる。皆さんが作るというよりは伝達の役割ですから、抜群の情報処理能力があるはずですから、それを活かして外からの情報、人によって有益なメッセージをそれを全部届ける最高のメッセンジャーになるという自分の立ち位置を思い出してください。好奇心の赴くままに様々な知識を吸収して、ご自身も周りもハッピーになる。とにかく軽やかな生き方を意識すると上昇します。蟹座の彗星を持つ方は、相手の気持ちに寄り添って感情を大切にコミュニケーションを意識することで才能が開花します。親しい人や家族、仲間を守り、育むような温かい環境の中で自分の豊かな感受性を生かした発信、サポートをしていくと、安心感とともに人生が豊かに広がっていきます。獅子座の彗星を持つ方は、持ち前の明るさと豊かな表現力で周りの人を楽しませ、ポジティブな気持ちにさせるコミュニケーションを心がけてください。自分が主役となってワクワクするようなオリジナルのその場所を作り出して、ドラマチックに自己表現をしていくということで、多くの人々の心を引きつけることができます。
獅子座の彗星を持つ方は、今言いましたね。乙女座の彗星を持つ方は、他の人が見落としてしまうような細かい部分に気づくことができる、その素晴らしい分析力を生かしてください。それを批判とか、なんかダメなところを見るっていう風にするんじゃなくて、人の良いところを伸ばしたり、誰かを実務的にサポートしたりするために使っていくと、信頼される、お世話係としての多くの人から感謝され、いいところが目立っていきます。天秤座の彗星を持つ方は持ち前の外交手腕ですね。平和を愛する心を生かして他人の意見だけでなくて自分の語りたい本音も正直にバランスよく表現していくことがポイントです。自分をしっかり軸に持った上で交渉やコミュニケーションを行うと周りに振り回されることなく本当の意味での美しい調和を生み出すことができます。さそり座の彗星を持つ方は物事の背後や人の深層心理、潜在意識、深いところを見抜く洞察力と探求心を持っています。その才能を積極的に専門的な分野を深く掘り下げるとか、学ぶとか、人に寄り添う、心理的に寄り添うみたいな方に使っていくとものすごくいい面が出てきます。表面的な言葉なんて関係ない。それを超えた真実の言葉、愛だけをピックアップして語るようにすると、この彗星が生きます。いて座の彗星を持つ方は日常の細かいことよりも哲学とか精神世界っていうその海外みたいな壮大なテーマっていうものを学び続けることで知性が磨かれていきます。本当にいて座の彗星の人、結構私の講座にもいっぱい来てくれるんですけど、こういうね、マニフェステーション術とか学ばせたらピカイチです。その自分自身も高い向上心を持ってますので、その学びを今度は人に伝えていく、その持ち前のね、ユーモアさ、素直な言葉っていうのをいて座の彗星持ってるので、それを使って人に勇気とインスピレーションを与えることが役割です。ヤギ座の彗星を持つ人は物事を具体的に考えて合理的に計画を立てて積み上げていったり実行する卓越したビジネス能力を持っているのでそれを生かしてください。自分が体験して蓄積してきた情報とか才能を集めてきたものを社会や周りの人のニーズに応えてそれをこの時はこれみたいに実質的に分けてね仕分けしていくようなエネルギー、これができるマインドがヤギ座の彗星マインドで、これを人がいるともうこれ以上頼りになる人はいないっていうぐらいの役割ですからね。もう一家に一人というか会社に一人必ずいてほしいという役割になります。水亀座の彗星を持つ人は常識にとらわれないドライでクールな思考と独特なユニークな発想を大切にしていくことが大事。未来を見据えた画期的なアイデアも持ってます。だからそれは今の世界にはユニークすぎるっていう時もあるんですが、一人一人に寄り添う気持ちさえ忘れなければ、その突発的なアイデアも同志の共感を得て仲間とつながりながらより良い社会を作るための素晴らしいリーダーになりますので、その立ち位置を忘れないでください。魚座の彗星を持つ方は論理的な思考よりも直感、見えない優しい世界、いいですね。魚座って本当に優しいですよね。いつもね、彗星であれ太陽であれ、そのエネルギーを感じ取る繊細な感性をとにかく大切に生かしてください。言葉にならない人の思いに同化してそれを別に言葉にしなくてもその魚座の彗星的に受け取る。でそれを代弁をすることもきっとできると思うんですね。魚座の彗星っていうのは言葉にしにくいものなので、そういうところで発揮してもいいです。そのインスピレーションを人を助けることに使ったりクリエイティビティに使ったりすると魂の使命が動き出すと思います。こうして以上ですが、それぞれの彗星が持つね周波数を高めていくことで高い波動の人生が実現して、それぞれが夢を叶えることに絶対つながっていきますので、ぜひ皆さん自分のね太陽星座にこだわりすぎず水星星座も意識するということを新時代先生術ではお勧めしていますよということを伝えたくてこの動画を撮りました。で先ほど言ったように今もうコミュニケーションっていうのは SNS を使うことの方が多くなってきているということは、先生術というと天王星の場所っていうのもすごく大事な場所と言えると思うんですね。そうすると天王星がずっと牛座にいた7年間の彗星の意味と
天王星が双子座に入ってからの7年間の彗星の意味っていうのは変わってきます。なので天王星双子座時代に特化した彗星の意味みたいなものも知る必要が出てくるかもしれませんね。またこういうこともですね、まとめてテキストにしていったりする動きを考えておりますので、ぜひ皆さん、いろいろなことをいろいろな媒体でシェアしておりますが、YouTube はぜひチャンネル登録していただくと、先ほど言ったような動画も上げていきます。こういうのを文章でしっかり読みたい方は、毎日ノート、ノート .com で記事を書いております。毎日。星読みをしているので、ぜひそちらもご覧ください。そして、インスタライブを定期的にやってて、皆さんの質問に答えたり、結構ですね、ここで話してない、ちょっと簡単に、こういうアスペクトに気づいちゃった、みたいなのは、その日にインスタライブなんかで話したりもしてますので、ぜひそちらもフォローしてください。ありがとうございます。最後に宇宙からのメッセージといえば、この彗星から受け取った、この65枚の宇宙が作ったメッセージカードセプタグラムソウルジャーニーリーディングですね。今日も1枚引きで今日見ている皆さんに特化したメッセージをください。1枚、一番上に来たの、ツリーオブライフです。これはね、先生術のすべての感受点、小惑星、ハウスだけじゃなくて、こういう新世紀科学のカードが何枚か入ってるんですが、これはカバラの学問、ユダヤの学問カバラに特化した、新世紀科学なんですけど、このカードが出た意味は、これ全部光の玉なんです。それぞれが自分自身の、これ本当に水星の光、金星の光、太陽の光、全部をつないでいったところで宇宙につながれる。これ宇宙から降りてきて、また宇宙とつながるという、地図なんですよ。これが出ましたから、皆さんつい忘れがちだった水星の光も、太陽だけじゃなくて水星の光も一つ一つの光を全部アクティベートして、もう一度宇宙にサポートされる人生を取り戻しましょうというメッセージではないかと思います。ということで、長くなっちゃいましてすいません。以上です。またいろんな動画を上げていきますので、いいねなどの評価ボタンとかですね、チャンネル登録、心から喜びます。コメント一番嬉しいです。ということで、素敵な一日。